乳頭温泉郷の最陽にある孫六温泉。冬場のアクセスは徒歩のみ。明治35年開湯の歴史ある温泉が2025年4月にリニューアルオープン。山々に囲まれた空間の中、日常から解き放たれ、自然の美しさが残るこの場所には、ここでしかできない体験があります。洗練されたプライベートな客室には、源泉かけ流しの湯戸のほのかな硫黄の香りと、しんしんと降り積もる雪の美しさ。秋田のいいとこ取りをした季節の料理、海、山、川の恵みをふんだんに使用し、うまさと健康を両立、人をかけるラグジュアリーな極上宿です。乳頭温泉郷へ向かっていますが、12月頭にもかかわらず雪が積もっています。標高が600から800メートルと高いため、地上よりも4から5度気温が低い。そのため、秋田空港や秋田市内に降雪がない場合でも雪が積もっている可能性があります。秋から冬に乳頭温泉へ車で行く場合はスタッドレスタイヤ推奨です。また、秋田といえば熊の出没が話題ですが、乳頭温泉では熊が出にくいそう。多くの熊は硫黄の匂いをめっちゃ嫌うからと伺いました。さて、迷いながらも孫六温泉の駐車場に到着。宿のお迎えを駐車場で待っている間に足元だけ冬装備。持っていなくても宿の方が長靴を貸してくれます。宿泊者の荷物はソリで運んでもらいます。では、宿まで800メートルほど歩いていきましょう。雪道ですが、ステップがしっかりしています。降雪時は毎日宿のスタッフが除雪機で宿までの道を整えてくれています。とはいえ、人へ行くために冒険している感があり、ワクワクします。スニーカーでも全然行けそうですが、ヒールとかでは来ない方がいいです。我々宿泊者は気楽なものですが、スタッフは大変。ソリを引いて荷物を宿まで運んでもらっています。辺りは一面の銀世界。道脇には温かい水が流れています。正体は温泉。至るところから温泉が自噴しているため、道に湯気が立っています。孫六温泉まで引っ張っている源泉のパイプも温かい。カーブミラーに変な形に雪が積もっています。道中、冒険感のある橋を渡ります。手すりがあった方が安全なのはわかりますが、自然をよりよく感じるため手すりなしの方が好みです。登山している時のような感覚になります。川と岩に積もった雪のコントラストに情緒を感じます。橋を渡って少し歩くと孫六温泉六湾に到着です。駐車場から徒歩約10分でした。先ほども少し触れましたが、孫六温泉六湾は2022年にリノベーションのため一度休業しています。その後、地元の宿が協力して再建プロジェクトを進めました。運営母体は秋田県の東電化工業というメッキ、表面処理、電子部品加工などを行う企業です。地元企業が歴史ある宿を守る活動っていいですよね。過去に宿泊したリバーリーとガラクなどもそうでした。全客室は6室で、露天風呂付き離れが3室、メゾネットタイプが2室、和洋室が1室です。6室の客室で6湾ということです。まずはチェックインのため母屋へ向かいます。右手にある建物は温泉棟3タイプあります。こちらは混浴露天風呂、千達川を眺められる開放感のあるお風呂、男女別に分かれた空子の湯。天然石の温かみがある石の湯。すべて硫黄泉であり、慢性皮膚病、慢性婦人病、慢性胃腸病、切り傷などに効能があります。露天風呂付きの客室に宿泊すれば、客室でこの温泉も堪能できます。さて、母屋に到着。チェックイン、アウトと食事の時に訪問します。階段に雪が積もっているので慎重に歩きます。母屋のラウンジでチェックインの手続きを済ませました。全6室の宿のようでコンパクトな作り。乳頭温泉の大きな川である千達川。
自噴している温性成分が溶け込んでおり、特徴的な川の色です。下流の鶴の湯や妙の湯まで流れています。この色からすると、おそらく硫黄成分が溶け込んでいそうです。実際、硫黄の香りがします。外をうろうろしていると日が落ちました。この時期の秋田の日の入りは16時15分、九州が17時15分くらいのでかなり早いです。除雪された道を通って露天風呂付きの離れへ向かいます。百室根は連光。水面で静かに揺れる光という意味であり、マゴロク温泉の中でも最も静かな客室です。人をかけるラグジュアリーを最も体験できる客室です。室内は和洋折衷であり、素材感を重視した大人向けの客室です。和を基調としつつ、ベッドを備えた和洋室。団らんのためのソファーと外を見ながらお茶する椅子が分かれているのがいいですね。クラシカルな作りに見えますが、最先端の設備も備えている。ベッド周りにはタブレットが設置されています。これです。客室のキーロック、テレビ、エアコンの調整ができます。椅子もいいものを使用してそうです。こういう木を曲面に切り出した椅子は高いんですよね。ソファーも3名がゆったり座れるサイズ。テレビは最低限の大きさ。さて、ミニバー周りを見ていきましょう。シンプルな作りですね。ミニバーの上にはお茶セット。グラスは二重構造のものを使用し、ケトルとスマホがあります。宿からの通知やフロントへの電話に利用できます。冷蔵庫の中にはソフトドリンクやアルコール飲料が入っています。アルコール飲料は秋田県産のリンゴを使用したビール。客室露天風呂でいただきましょう。クローゼットの中も見ておきます。防寒具が入っている。気温は氷点下ですが、寒冷地仕様の防寒具で、主への移動でも暖かかったです。客室露天風呂を見ていきます。脱衣所には洗面台と洗い場。洗面台にはドライヤー、高級な可動性です。アメニティも箱に個包装された高級品。洗面台の下にはタオル類とカゴ。カゴは温泉棟に行く場合に使います。後ろを振り返るとタオルヒーター。タオルが暖かくなるし、部屋も温まるので一石二鳥システム。洗い場です。この時期に露天風呂で体を洗ったら凍えてしまうので助かります。2024年にポーラが販売開始した高級アメニティ。さて、客室露天風呂。テラスに設置されており、完全にオープンエアです。源泉かけ流しの温泉であり、人らしく湯の流れると以外一切足りません。湯量もたっぷりです。しんしんと静かに降る雪を眺めながら硫黄泉に浸かれます。最後にトイレ。TOTO製でウォシュレット付きです。晩ご飯を食べに母屋へ向かいます。6案では離れあるあるの部屋食は提供していません。これだけ雪があると持っていくスタッフの安全にも良くないし、ご飯も冷えちゃいますからね。食事処の名前は結び庵。宿泊者専用のカウンター席です。特徴的なのがガスではなく電気を使用した調理。IH はもちろんスチームコンベクションオーブンもあります。先端の技術を使用した和食を提供しています。食材は白魚、羽後牛など秋田名物をふんだんに使用しています。
食前酒としてドリンクを一杯無料でいただけました。ラシャンテという清酒のスパークリングを選択。秋田小町を 100% 使用した秋田ならではのお酒。ラシャンテと同じメーカーの梅酒を飲んで食事スタートです。先付けの白魚を特に、現在の秋田は白魚の漁獲量が多いわけではないですが、食文化は残っています。秋田で有名な八郎潟という汽水湖では白魚がよく取れたからだそうです。前菜の鮎煮浸し、あんこう、肝酢味噌と蒸し鯛、アスパラと風、イクラ、シャコ、アワビから、スチームで蒸したアワビはコリコリ感と柔らかさが混じった複雑な食感。シャコも独特の香りが和らいでうまいです。たくさんの鮎の子が詰まった煮浸しも絶品。秋田のただわこビールもいただきます。スローガンは3リットル飲んでも飽きないビールだそうです。仕込み水には奥羽山脈、和賀山海の伏流水など清らかな水が使用されており、すっきりとした味わい。続いてお椀、甘鯛の上余まんじゅう、山芋をすってまんじゅう仕立てにしたものです。具材は菊菜と舞茸、柚子。まんじゅうにすることで崩した時に出る香りを楽しむ料理です。お作り、島味とソイ、ホタテ、甘エビです。ホタテのねっとりとした食感と甘みが最高。島味、甘エビ、ソイも鮮度が高く美味しいお作りでした。焼き物。イワナの塩焼きと焼き栗、焼きトマト、金柑の蜜煮です。地元で採れた茎レタスはシャキシャキ。焼き栗もふわふわでほのかな甘みが食欲をそそる。イワナは乳頭温泉の南にある仙北市の川で採れた天然物。骨まで柔らかい。酢魚、しめ鯖とズワイガニ、もずく、ブロッコリー。しめ鯖の酢の加減がちょうどよく食中にぴったり。秋田の高級牛肉のステーキ、米どころならではの良質な稲わらを食べて育った黒毛和牛で秋田県内市場で即完売するそうです。年間120頭しか出荷されず、全量秋田で消費されています。甘みが強いがすっきりした脂肪のため大変食べやすい。お待ちかねの新米の秋田小町、香物と味噌汁がセットになっています。香物を口に放り込んで新米の秋田小町を食べれば幸せ。米だけで3倍ぐらいおかわりしました。食後のデザート。ごちそうさまでした。少しずつ秋田の味覚を楽しめる美味しい料理たちでした。先ほど離れ以外にメゾネットタイプが2室、和洋室が1室あると言いました。離れと逆サイド、お村の奥側にあります。先ほど食事した結びあんを外から見ていますが、つららがすごい。結びあんの奥に見える建物にそれぞれの客室があります。こちらは温泉がついていないため、温泉に入る場合は温泉棟に向かう必要があります。現在の気温は氷点下3度。温泉棟で入浴するのもいいですが、この時期は湯だめの懸念もあるため客室でお風呂に入ります。やっぱり寒い季節は温泉付きの客室に泊まるのがいいですね。温泉までの移動時間は不要だし、何よりプライベートが確保できます。本当に温泉の音以外に何も聞こえない、人をかけるラグジュアリーな環境です。そしてプライベート環境ならお風呂ビール。無料で冷蔵庫に入っていたのはまさにこのため最高です。泉質がいいので顔に温泉もバシャバシャとかけておきます。湯上がり後にタオルで顔を拭かずに自然乾燥すると驚くほどしっとりしました。おやすみなさい。おはようございます。時刻は朝6時ですが温泉に浸かります。
ここの温泉が周囲の環境を含め最高なため何度でも入りたくなります。昨晩は見えなかった銀世界を眺めながら入浴できます。温泉から顔を出している部分は寒いけど、温泉に浸かっている部分は暖かい。こたつ効果みたいにずっと入っていられます。何をするともなしに1時間も浸かり続ける贅沢タイムです。眠気覚ましのコーラを飲んだら朝ごはんへ向かいます。外へ出るとき足元が凍っていたので慎重に階段を下ります。朝ごはんを食べる母屋までの道のりは除雪機で作ってくれていました。朝早くから助かります。完璧な道です。昨日は気づきませんでしたが鳥居があって、その右手には登山口がありました。乳頭登山道です。橋は崩落している場所があり、コースによっては通行止めみたいです。冬山装備の団体さんが入山しておられました。宿の方に伺うと橋を使わないコースもあるようです。母屋へ向かっていますが、朝の孫六温泉の景色も素敵。本当に自然の音以外に何も聞こえないです。次は紅葉シーズンに来るのもありですね。朝ごはんは昨日と同じ結びあんでいただきます。10種もの小鉢が並んでおり、基本的にご飯のおかずになる料理です。秋田料理といえば味付けは濃いめですが、ご飯と合わせるのが前提ならむしろありです。ふわふわの焼き魚。秋田名物のいぶりがっこでご飯を食べる。ひじきの煮物でもご飯が進む。個人的には全て少量ずつだったので、朝からお腹が苦しくならず最適。足りなければご飯と味噌汁のおかわりはできたので調整できます。ごちそうさまでした。帰り支度を済ませたら出発前にお風呂に入っておきます。これから800メートルの道のりを歩いて駐車場に向かうため温まっておきたい。チェックアウトを済ませて下山します。宿泊した感想ですが、いいですね。人と言いつつもたくさんの客室があって、たくさんの宿泊客がワイワイしている宿も多いです。最近では SNS で情報がすぐシェアされるため、どんどん静かな人が減ってきている印象もあります。乳頭温泉も人ですが、最近は湯巡り号の運行開始などで冬でもアクセスが良くなり、観光客、宿泊客が増えています。そんな中、この冬の孫六温泉は駐車場から山に向かって800メートル歩かないと着かないアクセスの悪さがあります。でも逆にそれが静かな環境に貢献しているような気がします。本当に静かな人でラグジュアリーに過ごせる環境。それが孫六温泉六庵の価値だと感じました。私個人的には好きな宿です。